皆さんこんにちは。おなおドーナツの時間始まりました。突然始まる開封動画失礼いたします。ですね、ずっと楽しみにしててちょっと頼んでたお鍋があるんですが、こちらです。岩中さんの南部鉄器のご飯鍋買いましたね。でね、見てこのデザイン可愛くないですか？でこちら本場盛岡南部鉄器ということで2号3号5号と3種類あったんですけど、3号だけ買いましたね。こんな感じで、このね横についてる円盤みたいなところが吹きこぼれ防止になるからいいんだって。でこの中がねホーロー加工されてるんですよ。だからちょっとこうつるっとしてていろいろくっつきにくいということで、重さはねやっぱりちょっと重い 3.4 キロあります。でこれが岩中さんのロゴですね。で蓋なんですけど、裏にこんな風に突起がついてまして、ここで上の蒸気が水分がポタポタとまた戻っていくということで無水調理ができるっていう感じですね。早速ね料理してみました。どうかなと。おなおんちの肉じゃが結構糸こんにゃく多めですねって思いましたそこちゃうで、糸こんにゃくちゃうで美味しそうだったでしょ料理まあそんな感じでですね、今日はこちらのお鍋を使いまして南部鉄器でパンを焼くやっていきたいと思います。で今日はお鍋でパンを焼くのが初挑戦なので、ちょっとねストーブでパンを焼くっていうのを参考にいろいろ調べてたんですけど、一番の憧れはねカンパーニュを焼くっていうのがちょっと憧れなんですよ。もうスーパーおしゃれでしょ。だけどちょっと初めてでなんか怖かったからちょっと今日はねこの今作ってるさつまいもあんでちっちゃいあんパンたくさん作りまして、でそれを並べてちぎりパンみたいにするっていうのをやってみたいと思います。で次パン生地を作っていくわけなんですけど、じゃあね今日はどれぐらいの量を作ればいいかっていうのもまたちょっと迷いどころなわけですよね。でいろいろ調べてたらね、20センチのお鍋の場合は粉は 250g で 250g で8分割すると。なんやけど使うのは7つドラゴンボール7つで、8個目はどうするかって言ったら別で焼くねんっていうのが一番なんかこう綺麗に見える気がしました。もう気がしただけやから正解じゃないです全然。だけど私は今日はそれの作戦でいこうと思いますので、8分割して7つ使うという方針でやってまいりたいと思います。で今日材料なんですけど豆乳と卵を入れてみました。で以前ねなんかたまたまなんかパッと作ったやつだったんですけど、めっちゃ美味しいパンできたんですよ。ただレシピがわからないなんかないですか皆さんも。二度と作れない料理ってないですか？なんかあの時のあれめっちゃ美味しかったんけど二度と作れないっていうなんかそれで一番近いなと、メモしてる中で一番近いなと思ってたのが、以前作ったウールロールパンなので、ちょっとそれを参考に今日は作ってみようと思います。で今からさつまいもあんを素人包みで包んでいきますね。でちょっとね今日本当にしょうもないことなんだけどずっと話したかったことがあってなんかお鍋買いましたよね私今回。でものすごく吟味して買ったんですよ。で私ね物を買うときにもう絶対例えば鍋を買うってなったらその鍋の中で一番気に入ったやつ、もう一番のやつを買うと。だから他も服でもとにかく一番気に入ったやつを買うっていうのを決めてて、でなんでそこまでこだわりがあるようになっちゃったかっていうと、
私ね、高校生の時に冬めっちゃ寒い時にお母さんにもうあんた今日はめちゃくちゃ寒いからこのババシャツを着ていきなさいと。お母さんそれ一回も着てへんくて新品のやつやからもうあんたにそれあげるから着ていきなさいって言って3着ぐらいのババシャツをその日もらったんですね。ちなみにババシャツってわかります？なんか若い人ババシャツわからないという噂を聞いたんですけど、おばあちゃんが着る肌着みたいな思ってもらったらいいんですけど、でそれをもらいましたと。で結局そっから数年ね、そのババシャツが私の肌着ローテーションの中に入ってくるわけ。わかりますなんかね、捨てるにも捨てられへんし、でもそのローテーションが回ってきた時にめちゃくちゃテンション下がんねん。今日はこれ起きなあかん日なんやっていつも思っちゃうねん。だから今日外れの日やなみたいな風に思っちゃうんですよ。それがめちゃくちゃストレスで数年過ごしたわけですよね。それをね、でもとある時思い切って全部真っ黒のヒートテックにしたの。もう全部変えたの。総入れ替え。そしたらもう心がめちゃくちゃ軽くなって毎日今日もこれ着ていいんやっていうもう嬉しいってなって、だからね本当にその一番じゃないものを何か使わなきゃいけないっていうストレスってすごいねんなと思って、他のものもちゃんと私は吟味して買おうっていう風になったっていう、本当にどうでもいい話今力説したけど聞いてくれた人ありがとうっていうので今回このお鍋を買いましたね。でですね、パンを並べていきます。で直接入れる人とオーブンシートを引いて並べる人と両方いました。ただ直接並べた方がふんわりできますって言ってる方がいたんで、私はちょっとオイルを塗りまして直接今日は行ってみようと思います。で最初に言ってたドラゴンボール7つ並びが可愛いということだったので、左上に出てるようにあの形目指して置いていこうと思います。やっぱり今日は6つにしようと思いますそうですね、皆さんのご覧の通りですね、7つはねちょっと無理でした。20センチの鍋で7つやんか。明らかにこれね、入り口の時点で10何センチしかなかったんで、これご飯鍋やからそこの方が本当に10センチぐらいしかないですよね。それに対して7個は絶対無理やったから6個でいこうかなって思ったんですが、それどころかもう5個になりましたよね6個も無理でしたね。なんですがちょっとね5個じゃ寂しいかなっていう、謎の気持ちでもう1個ちょっと入れたいなっていう感じですねなんとか入れてみましたが、発酵した後がこれですよねできたみたいにしてんねんけどこれ発酵前にこんなぎゅうぎゅう詰めじゃ多分ダメなんですが、初めてやからさ、もう蓋しようそうで、ね、この余ったやつはマフィン型に入れて常温で50分待っていきます。でオーブンの余熱なんですけど、今日はねわからないことがたくさん。天板の上にお鍋を置いたらいいのか、それともレンジの下にここに直接お鍋を置いたらいいのかもわからなかったんですが、困った時のヤフー知恵袋で教えてくれました。天板の上に置いたらいいんだよということでしたので、今日はちょっとそれでやってみようと思います。じゃあさっき置いてたやつどうなりましたかというと、
そうね、ちょっとね、やっぱむぎゅっとはしてるですが、まあまあこれも個性。困った時の個性。かわいいということで、牛乳塗っていきます。でね、オーブン入れるんですけど、ちょっとね、ほんまに重たいから、ちょっと熱いし、気をつけながら入れますね。で、最初は蓋をせず、で、焼き目がついてきたら蓋をするという感じで焼いてみました。さてさて今日はどうなりましたでしょうかと。すごないなあ、ちょっとマジで。あ、すごい。なんかさ、蓋取るまでどんなんかわからへんかったから、ちょっとね、そりゃ、かわいい。むぎゅっとはしてるけどね、それもいい、全然いいよ、そんなん。ちょっとね、出してみます。スルッと取れましたね。なんかもっとこう、くっついたりしちゃうかなと思ったんですが、全然こっちのお鍋にくっつかんと、スルッと焦げついたりもしてないですね。側面のとこもいいわ。すごいちゃんと焼けてますね。そこもいい感じ。ちょっとこんなに上手に焼けたの初めてかもしらん。ちょっと中見てみましょう。ふわふわよ。なんかこんなにうまくできたんマジで初めてですね。うわ、ちょっと見て。ちょっと興奮しちゃった。見てください。ふわふわ。ね、中にさつまいもあん入ってます。いただきます。めちゃくちゃふんわりしててめちゃくちゃ美味しいですね。間違いなくおなおドーナツ史上ナンバーワンの美味しさです。このパン生地は。パン生地はっていうのはさつまいもあんがね、なんか全然甘くない。なんかお砂糖がちょっと足りなかったですね。さつまいもがあんまり甘くなかったです。なんですが、この生地、めちゃくちゃふわふわで美味しいです。ちょっとね、私は鍋で焼くっていうのがちょっと夢やったんで、今日やってみたんですが、正直なとこ別にわざわざ鍋で焼かなくてもいいじゃないですか、パンって。だけど、これはわざわざ引っ張り出してきてでも焼いていいなっていうぐらい違いが今日は出ました。違いのわかる女を、本日はこれにて失礼いたします。皆さんご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。